は、りくです。今回はリクエストいただいていた私が普段よく使っているブラシの紹介と、あと H のコスメを使ったメイクをしていきたいなと思います。プレゼントいただいたんですけど、もともとリップベースを愛用していて、アイシャドウとかも良かったので、自主的に動画で皆さんにご紹介しようかなと思ってます。韓国のメイクサロンがプロデュースしてるブランドなので、もうさすがだなっていう感じの可愛くて使いやすいコスメになってます。あとブラシなんですけど、コスメに比べたらめちゃめちゃいっぱい買って試しているわけではないんですが、私が普段から使いやすいなと思って使っているものをご紹介させていただきます。ブランドとかにも特にこだわりはないので、自分が気に入ったものを使ってるんですけど、コスメ買った時についてきたブラシもあるので買えないものもあるかもしれないんですけど、ご了承ください。よく使ってるのはこの10本です。こっちは購入したもので、こっちはコスメについてきたブラシになります。スワドールのブラシはこの3本よく使っていて、こちらの大きいブラシを顎とか顔周りのシェーディングで使ってて、この大き型のブラシを鼻のシェーディングに使ってて、この一番ちっちゃいやつはラメとかをのせるのに使ってます。一番最初にアイシャドウをのせるブラシは高原堂のブラシをよく使っていて、涙袋の影とかアイライナーとかすごく細い線を引きたい時に宝庫堂のブラシを使ってます。0ミリのブラシセットに入ってたこの2本をよく使ってて、小さい方は唇の上下のシェーディングにすごく使いやすいサイズ感で、こっちの大きい方は眉毛から鼻にかけてのシェーディングに使ってます。この2つはラカのコスメを買った時についてきたブラシなんですけど、大きい方はチークブラシで、小さい方はマットのハイライトを小鼻の横に入れる時によく使ってます。ミュードのコスメについてきたブラシなんですけど、この細い方で締め色をぼかしたり、下まぶたにのせるのにとってもちょうどいいサイズなので、ぼかす時によく使ってます。じゃあシェーディングを入れていくんですけど、ブラシも軽くご紹介しながらやっていきたいと思います。いつものロボアントのシェーディングを使って、まずこのスワドールの SUN01 番、ここの薄い色をとって顎のラインと頬骨を削っていくんですけど、顔周りのシェーディングにすごく使いやすい大きさでスーッて綺麗に入れられるので、次は同じくスワドールの SUN03 番を使って鼻先のシェーディングを入れます。この色とここの色を使って鼻先の影を優しく入れるのにぴったりのサイズ感で使いやすいです。若干幅が広いので、ミリミリのベースシャドウブラシを使ってここに影を入れます。この幅にぴったりフィットしてくれます。そしたら同じくフィリミリのちょっと消えちゃって名前がわかんないこのちっちゃいブラシを使って口と鼻の下のシェーディングを入れていきます。この色を混ぜ込んで、めっちゃついちゃった。このくぼみにこうぴったりのサイズ感、鼻の下にも先が程よく細いので細かいところが入れやすいブラシです。ビビリのブラシがアイメイク用に使っている宝庫堂のブラシよりも薄付きになるので、色の付き方がぴったりだなと思ってシェーディングに使ってます。この唇の下も細かく入れたいので、このブラシを使ってシェーディングをこの4種類のブラシで入れ終わったら、今度は明るいところをこの色を使っていくんですけど、それにはこのラカの確かシングルアイシャドウを買った時についてきたんだと思
を使っていきます。鼻横のくぼみにフィットしてくれるようなちょっと毛足の長い作りになっていて、ここに入れて明るくすることでちょっと小鼻を小さく見せるために使っているんですけど、この形が使いやすくて重宝してます。そのままここら辺もちょっと明るくして、鼻の付け根と鼻先にも、あとこの顎先、口角をちょっとだけ明るくしてシェーディングが完了です。顔のいろんなパーツにフィットするものを使ってるので、ここの工程が一番ブラシの種類を多く使ってます。そしたらアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウはこの H のレイヤーステップパレット2番のミューテッドブラウンを使います。これがレイヤーステップパレットっていう名前の通り、この左から順番に重ねていくと綺麗にグラデができるよっていうパレットなんですけど、デイリーメイクからモカムースのようなディープなムードまで作れますと。なかなかないなと思ったのは、この一番左のベースカラーがちょっとコーラルっぽいベージュで、目元のくすみを整えられるような色になってて、そのマットの中にゴールドのラメがキラキラ入ってる感じなんですね。シマーっぽくキラキラするんじゃなくて、マットベースの中にキラキララメが輝くようなで、こう順番にのせていった後もベースの若干のラメがこう感じられるので、ツヤツヤってするわけじゃないんだけど、ちょっと華やかみたいなちょっと華やかみたいな絶妙なニュアンスが出るところが気に入っています。こんな感じの色味なんですけど、ラメはもしかしたらカメラに映らないほどの細かな感じかもしれないけど、こっちから順番にのせていきます。高原堂のブラシなんですけど、広い面は上まぶたに使いやすい大きさで、向きを変えて側面で塗ると下まぶたにもさっと上下にのせるのに便利なサイズになってます。韓国のアイシャドウはちょっとずつレイヤーしてグラデーションを作るのがすごく得意だと思ってるので、その良さをすごく感じられるパレットで、次にこのブラウンを狭い範囲に重ねて、この3色目を二重幅と目尻ちょっと重め、下側も目尻ちょっと重めにぼかします。ブラシは細い向きにして、この一番濃い色を使って目の際に太めのラインを入れていきます。アイラインの前段階みたいな感じで、下はいつも通り目尻からちょっと開けたところにラインを引いて、まっすぐ前から見た時に目尻のラインに沿ってキューって引くんじゃなくて、ちょっと横長に伸びるような感じで引いていきます。このままこのミュードのブラシの細い方でさっきの色とちょっと混ぜつつ涙袋の影を引いていきます。こんな感じ。涙袋の影はこのままでもいいんですけど、今全体的にふわーってここに影を描いたので、この中心の部分だけちょっと暗めにするとより立体感が出るので、もうちょっとやりたいなっていう時はさっきよりも細い宝庫堂のシャドウライナーブラシを使ってキュッと、そして今さっき引いた締め色のラインとその前に引いたベースの色の境目があるので、これをさらに綺麗にグラデーションさせてふ
ふんわり深みをつけたいなっていう時に、この逆側のちょっと大きめのブラシが活躍してくれます。これでさっきのここら辺の色とか足りなかったら、これをちょっと混ぜながら境目をぼかしていきます。涙袋のサイズにぴったりの幅なので、本当にこれ使いやすくって言ってくれてたらいいな。境目をきれいにグラデーションにぼかして、上側もちょっとぼかします。こういう細かい色の調節ができる配色になってます。いつも通りビューラーしてアイライナーしてつけまつげをつけます。眉毛はこの2つを使って前のメイク動画でやってた薄眉よりも若干色をつけてふんわりした眉毛にしていきます。こういうベージュ系のマイマスカラはエスポアからも出てて、今届くのを待ってるところなんですけど、韓国コスメあるあるで日本語に訳した時にちょっとトンチキネームみたいな日本語にしたらちょっとあれみたいな名前がついてたんですけど、偽りの漂白剤を届くのをすごく楽しみにしてます。 X でもご紹介したんですけど、このミュードの後にロムアンドのいつものモダンベージュを塗るとき、前頭だけは塗らずに先のミュードのカラーを残しておくと綺麗なグラデーションになってくれます。たまに忘れちゃうんですけど、トゥークールフォースクールのこのアンダーライナーをいくと盛り具合が違うので、目頭のところに引いていきます。本当はね、マスカラする前に引く方が絶対引きやすいんですけど、忘れちゃった。リップが最近可愛いってなった組み合わせがあって、 H のリップベースの1番、前紹介したピアの19番で、ちょっとだけこのエントロピーの 76034 を重ねるっていう。まずね、この H のリップベースがめっちゃ色が良くって、全部で6色あるんですけど、こっちがリップベースカラーで、こっちがメインになるようなリップカラーになってて、12345番、これが今日使うリップベースで、ちょっとグレーっぽい青みっぽい色のベージュなので、上にのせるカラーをくすませてちょっと青みを出してくれるっていう最強カラーです。ピンク系のベースとオレンジベージュ系のベースもあって、で下の3つは5、6番がかなりダークな色にはなるんですけど、伸ばすとそれほどでもないです。5番の方がブラウンっぽい感じで、6番の方がもうちょっと青みっぽい感じ。これもね可愛いんだけど、ティント効果はないのでめっちゃ色持ちがいいわけではない。とにかくリップベースの色が可愛くって、これだけだとめっちゃ血色悪い人になるような色なんですけど、上に重ねる色をくすませてくれます。めっちゃ可愛い。これにちょっとブラウン味を足して、めっちゃ可愛くないですか？めっちゃ可愛い。チークはのトゥースラッシュ4のディムベージュと H のもう1個のシャドウパレット01番の方、ブラウン系な感じで、唇がちょっとモーブっぽい感じのブラウンなので、このブラウンにちょっとモーブっぽい色を混ぜて、このバランスを中間で取っていきたいなと思います。このね H のピンクのパレットの方もアイメイクで使ってみたんですけど、私には結構気に
していただこうかなと。結構ピンクっぽい仕上がりになるパレットになってます。ブラシはこのラカのチークについてきたやつを使っていきます。まずブラウンを横長にちょっと外寄りにのせて、鼻の上と鼻の下にものせます。顎にはこんな感じでV字にのせて、H の左側のピンクを内側に重ねて、そうだね、目頭にロム&のハイライターを入れていきます。これすごい繊細系で、ラメっていうよりは自然なツヤが欲しいなっていう方におすすめのピンクのハイライター。最初に入れた眉下のシェーディングの内側、シェーディング、ハイライト、アイシャドウ、ここが暗い、明るい、暗いっていう風になるようにすると立体感がより出てくれるので、鼻の付け根と鼻先にも入れて、メイクが完成したので髪の毛をやってこようかな。はい、今日はよく使っているブラシの紹介と、あと H を使ったメイクをしたんですけど、いかがでしたでしょうか。少しでもご参考になったよっていう方は、いいねやコメント、チャンネル登録で応援いただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。やっといい感じの気温になってきて、過ごしやすい日が増えてきたので、皆様もいい春、初夏、良い一日をお過ごしください。